皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は3人で日本で働くことについて話しますけど、とりあえず、こちらはマロリです。アメリカから来ました。アメリカのどこ？ちなみに。ノースカロライナという州。で、仕事は違うから、職場も。私は幼稚園で英語を教えることをします。英語の先生。完璧。みんな外国人見ると、英語先生でしょって言われるから、今回は。で、普通のサラリーマンも。サラリーマン。ごめんなさい、失礼いたしました。サラリーマン。サラリーマンも2人。では、させていただきます。多分、文句見たいけど文句ではないね。ただ、困ること、欧米と、日本の違いだけで、困ることについて、困るというか、違い。例えば、イタリアでは他の国でも同じだと思うけど、そんなになんか敬語っていうはない。もちろん丁寧な感じで話すんだけど、そんなに変わんない言葉とかないんです。こっち。ハンガリ語では丁寧な呼び方とかがありますか？なんか敬語ぐらいの難しい言葉とかないんです。なんか普通にフランス語のそうみたいな。それイタリア語でもあるけど、そんなに変わんない。なんか言葉が変わらないから。ただ文法がちょっと違いますが。そうだから敬語はすごく難しい。すごく難しいです。で、私は使わないです。職場はなんかわからないと使わない方がいいと思いますが。そう。違いすぎなんか。間違ったら困るんじゃないんですかと思う。だからただのデスマスで。私はね、デスマスでやってみるけど、普通に忘れる時もあるし、なんか普通に喋るともっとフレンドリーな感じがするから、それで言ってるけど、絶対誰かが、その人失礼だなって思ってる。そうあれは心配ですよね。なんかできないから使わないけど、なんか、なんで使わないの？日本人のなんか立場から多分、失礼。いると思いますけど、しょうがないね。それ、仕事で私は英語の先生ですから、日本語喋れない。喋るはちょっとダメな感じがありますから、ちょっと。で、学校の、なんていうの、ボス社長とか。それは、園長先生。プリンシパル。園長先生。知らなかった。日本語で。いつもちょっと、私は、Good morning, おはようございます。でも敬語使わない。デスマスぐらい使いますけど、私もちょっと敬語ちょっとできないですけど。そう。頑張ったら、書くこと。たまにできるんですけど。できない。あともう一点は、残業。残業、イタリアではせめて、ヨーロッパのすべてじゃないかもしれないけど、残業するのはそんなにいいことではありません。残業すると、自分の仕事はちゃんとできてない人に見えるから、しない方がいい。でも、日本では結構、あるんじゃない残業の文化って教えてください。なんでそんなに残業必要ですか？だって次の日でもやればいいんじゃないって思っちゃうし、もちろん時々はやらないといけない。例えばその日までこれやらないといけない時は、しょうがないと思うけど、
いつも毎日そうになるのはありえないでしょ。マロリは残業って残業ありますか？私の仕事には、今の会社には、ちょっと微妙ですけど、ちょっと、毎日はちょっと違うスケジュールがありますから、ちょっと、本当に残業があるかどうかちょっとわかりませんですけど、他の英語のなんか英語の会社とかには、残業がある。絶対。私も聞いたのは、私たちは、6時になるとお疲れ様。まあ、誰も何も言わないから大丈夫だと思うけど、他の聞いたのは、いないといけない。なんか、部長とか、そうがいるまで。上司がいるまで。帰るとちょっと、まあ、帰れるけど、なんかみんながちょっと、みたいな感じがする。それだったらもっと困ると思うけど、もう一旦。次。食べ物というか、まあ、昼ご飯とかについて。例えば、私たちの場合は、まあ、みんな12時から食べるから、それ1時間あって、その時、食べる。それはいいけど、もっと、なんか、例えば、イタリアでは、まあ、どこでもそうじゃないけど、自分で、一人別々で、昼休憩入って、1時間か30分と、その後、なんか2時間と30分、自分でもっと自由な感じで決めれるから、いいなーって思う。だって、お腹すくんだもん。もう、12時食べて、もうお腹すいたからすぐ食べるでしょ、で、それはまた、あと5時間ぐらいある。それは無理でしょ。死ぬ。私にとっては絶対無理です。だからずっとおやつとか食べるけど、それは良くない。健康健康にも。健康にも。健康には悪いから、それ。私は子供たちと一緒に給食を食べなくちゃいけないですから、いつも私たちの、幼稚園で、12時ぐらい、お昼ご飯。食堂で食べるってことは、部屋、クラスと一緒。弁当時々弁当ですけど、自分で持って。給食、学校が作ったものが。みんな同じことを食べる。違う。みんな同じものを食べなくちゃいけない。例えば、自分の弁当持ってきて、あそこはまあみんなと一緒に同じものを食べて、後で誰も見えないとき、自分の弁当が食べる。自分の弁当は、職員室で、食べなくちゃいけなかった。私たちは弁当持ってくる。弁当の生活。まあ、あそこでも食べれるけど、食堂とかあるけど、時間かかるし、お金もかかるし。で、結局好きなもの。何か食べたい自分で決めたいから。いろいろな学校へ行ってる？毎日は違う。いいね、それ。毎日違う。事務所に行った方がいいかな。人も違うし。いいことがあると、悪いこともある。ちょっと。多分通勤とか。遠いところは難しい。まあ、電車について喋らない方がいい。もう、無理。前にビデオが作って。そうだね。毎日電車。涼しくなったから、多分もっと人が増えてる。でも、問題です。問題です。教えてください、これも。どうして電車はそんな暑いの？マジで。暑くない？ちなみに、マドリは名古屋？名古屋です。ここは、外寒くて、駅に着いて、で、電車はすごく暑い。30度ぐらい。そう。それ風邪ひいちゃうしかない。でも夏の時ちょっとそんなに寒くない。夏は無理。夏は、寒い場合もある。あったけど、夏はどこでも暑い。レイラの1点。
どうやって行った方がいいんですか？速さはちょっと違うな。だから自己の進み方は、会社の働くスピードはすごく遅い。うん、そうそう。人によるじゃなくて、人の仕事じゃなくてなんか、方法何かがやりたいと、まず林業を出すで、この林業が回ると、10人ぐらい。10人以上だと思います。あ、そう？で、これはすごく時間がかかると思います。毎回なんか新しいことをしたい。したいと、まず、なんかゼロから許可するまで、3週間ぐらいとか、結構あります。で、これはもったいないと思います。もったいないね。申し訳ございません。いや、それは本当にもったいない。まあ、ビュロクラシーなんていうの？ビュロクラシー全然。失礼します。ビュロクラシー。これ官僚。違う。官僚性。まあ、選んでください。この時間かかりますので。多分それもヒエラルキー。こっち。一般職と、そう社長の間の。多すぎ。いる。ある、ポジションはある。選んでください。すいません。汚い日本語で。でもさ。慣れてないから、なぜそんなに時間がかかるのと思っちゃうから。まあ、これ関係ないかもしれないけど、イタリアではそんなになんかセクハラとパワハラとかについてはあんまりそんなに問題ではない。なんていうの？ねえねえ、どこか行こうよ。それパワハラってじゃないから。もっと自由。それもちょっと気になるね。なんか、それ言ったら、私じゃないけど、他の人とか言ったらまずいかなって思うから、それもフレンドリーにならないかもしれない。わかんないけど。いや、わかります。なんか、いつも、これはパワハラ、これは。意識してるから、やらない方がいいか、こうどうすればいいのとか。コミュニケーション取らない方がいい。コミュニケーションを取るだ。大切なのに。コミュニケーションを取るのはパワハラだから。そうになるから困ります。パワハラとか、なんか研修とかあるんですか？私の会社には結構、外国人、日本の会社ですけど、英語の先生たちはちょっと違う分で、外国人のマネジメントが、ちょっといいな。だけ、その方、ちょっとわかりません。これは外国人の困ることでした。他はありますか？とりあえず、これで。すいません、ちょっと、悪いことばっかり言ったら。いや、ちゃんともっと聞きたい。意見とか。多分まだこっちが、まだ 100% 理解できてないから、もっと教えてください。って感じ。じゃないです。では、以上です。またね。バイバイ。